こんにちは、くぬぎ家です。夫婦2人で農地山林付きの古民家に住み始めました。今回は井戸創作 DIY の続きですが、その前に畑で一汗流すことにしました。ハンマーナイフモアという農機具を借りてきました。刈った草をその場で粉砕して畑にまく機械です。まかれた草は畑の小さな生き物たちが分解して次の命を育む糧となります。これから僕たちはここに農園を作ります。どんな農園にするかを考える上で大事にしたいことは、先住民に敬意を払うことです。僕たちが来る前からここではたくさんの動植物が暮らしていました。人間界ではこの土地の所有者になったものの、自然界で自分たちはまだまだ宇宙人みたいな存在です。まずはどんな生き物がいるのかをじっくりと観察して、僕たちが彼らの営みに合わせて一緒に暮らしていけたらいいなと思います。いろんな生き物と一緒に豊かな暮らしを作る、それが僕たちが思い描く農園です。機械のおかげであっという間に作業が終わりました。畑がきれいになったところで本題の井戸創作に向かいましょう。さて、予想以上の長丁場となった井戸創作 DIY。 当初の予想は大きく外れて、この先に井戸があるようです。なんだかんだ3日目に突入して疲れ気味ですが、気力でやり遂げます。まだまだ謎が深まるばかり。すごいことになってるね。投光器で照らして状況を確認してみます。ないかもね。想像していた井戸とはどうやら違うようです。防振手袋とイヤーマフを買ってきました。意を決してこの部屋も全部はります。将来的にこの空間は五右衛門風呂の焚き木置き場やボイラー室として活用する予定でした。この際なので足元からしっかり作り直してみせます。井戸には大きく分けて2種類あります。もともと僕たちが想像していたのは土管の下に溜まった水を汲み上げる掘り抜き井戸でした。カチ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 だったね。でもどうやらここはパイプを打ち込んだだけの打ち込み井戸の模様。ポンプ室からたどってきたパイプがそのまま地中に続いているだけ。設置が簡単な代わりに水量は安定しないと言われています。極端な日照りやスコールのような雨などおかしな気候が続く今、水が枯渇するリスクも踏まえて暮らしを考える必要がありそうです。今回のタイトルにも掲げた僕たちが家の購入で掲げた条件、それは農地山林付きの自家水道物件であることでした。農地があれば食べ物が生産できて、山があれば薪や建材が手に入ります。もちろん一番大事なことは飲み水が手に入ること。ここは家の前に川が流れていて、井戸水で暮らしが営まれてきた家。衣食住を豊かに楽しむ暮らしを目指す僕たちには、まさに
ユートピアのような場所でした。謎の配管だね。どうなってんだろ排水管の経路があらかた把握できました。土間の蛇口から排出される水が上の排水管を通って流れていきます。そして最終的に家の裏を右手に迂回して排水されます。おそらく下の排水管は何らかのトラブルで使われなくなった模様。今回初った部屋の蛇口から排出される水はこちらの排水管を通って排水されていました。昔は流しと洗濯機で2つ排水口があったのではないでしょうか。一番驚くべきことはこの部屋の排水管の出口。なんと先ほどの使われていない排水管と合流して家の裏を左手に迂回して排水されます。なぜ左右に分かれて2系統の排水経路があるのか。果たして両方とも生きているのか。最終的にどこに続いているのか。分かったことより分からなくなったことの方が多い気がしてきました。ここまで来ると一から自分で作った方が手っ取り早いような気もしてきます。どこまでやるか問題はリフォームにおける最大の悩みではないでしょうか。ついに部屋の境界がなくなりました。いよいよラストスパートです。部屋一面の床をはつり切って完了です。目を塞ぎたい光景が待っていました。土も岩もびしょびしょ。何かがおかしい気がするよね。水どっかで漏れてんのかな。土台がとんでもないありさまになっていました。それはそれで何とかするとして一旦工事現場をきれいにしました。そして再び穴掘りの時間です。ついに井戸の場所と給水管の経路の答え合わせです。住む場所探しで日本一周の旅をしているとき、ガソリンスタンドと同じように湧き水スポットも欠かさずチェックしていました。水が豊かだと思える場所に巡り合えば僕たちの住む場所候補リストに加わりました。物件自体が自家水道物件であるということだけでなく、湧き水があったり大河の源流域に位置していたり、水との距離感や関わり方も住む場所選びでとても大事なことでした。水が豊かな場所であること、これもまた地域選びで掲げた条件でした。なぜか給水管が途中で上にクイッと曲がっていました。給水管をどんどんたどって掘り進めていきます。これトンボだ。トンボ。水の流れが T 字路に突き当たり二手に分かれる配管のこと。 T 字部分に水圧がかかって水漏れの原因となるのと、二手に分かれた水流がお互いに引っ張り合って水圧が不安定になるリスクがあります。どうやら改良してみても良さそうです。これが僕たちの水源打ち込み井戸の正体でした。ポンプ室から給水管をたどっていくと、井戸を通り越して各部屋へ給水管が続いています。
トンボ配管が2つ、合計で3カ所へ水が供給されます。奥へ続いていく給水管は板の間の蛇口用。もう一つはこの部屋の蛇口用。最後は風呂場に続く給水管。さあ、現状を踏まえて次は設計を考えてみます。ご近所さんからハスの花をいただきました。夏の風物詩に癒される古民家の縁側タイム。お昼ご飯は夏野菜そうめんにしました。暮らしながらちょっとずつ快適な古民家になっていくはず。どうぞ次回もお楽しみに。